高市首相の発言は、やっと日本が曖昧という間受けから反心を起こした程度ですよ。それを中国がレッドラインだと叫ぶ。はっきり言うが、首を切られるべきは国を守る覚悟を他国の顔色で決める臆病な精神の方だ。そうだな。なるほどな。三島君、あんた相変わらず血生臭いな。だが賛成だ。中国の大阪総領事だかが汚い首を切ってやるとか言ったろ。あれ、中国の本音がポロッと出たんだよ。礼儀も隠す気もなくなった。そういう連中に遠慮して安全保障を語るほど日本は落ちぶれていない。まさに。ただな、高市さんの発言自体は筋が通ってるよ。台湾有事で日本の存立が危うくなるなら集団的自衛権を使う可能性がある。当たり前の話だ。地図を広げてみりゃ一目瞭然、台湾と与那国は目と鼻の先だ。そこが戦場になって日本が泣きずなわけがない。その通り。現実ですね。問題はな、中国がそれに過剰反応して経済カードをまた振り回してくるとこだ。輸入やめるぞ、人を締め出すぞと。おいおい、それは外交じゃなくてただの恐喝だよ。こっちもいい加減財布を人質にされる体質は直さにはいかん。全く情けない話です。それとさ、野党の一部が挑発だ、火に油だと大騒ぎしているがね、待てよと言いたい。中国は日本が黙っていても尖閣に船を出し続けている。黙って殴られていれば平和だと本気で信じてるのか。あれは平和じゃなくて服従って言うんだよ。それだ。同感です。日本は長いこと言葉と行動のねじれを放置してきた。憲法で戦争を放棄すると唱えながら、現実には自衛隊を持ち米軍基地を抱え、しかし自らの戦う意思については語るのを避けてきた。その偽善に私はずっと吐き気を覚えていた。そうか。きついな。高市発言はそのねじれの一部を現実に合わせたに過ぎない。台湾有事は日本の有事でもあり得るとようやく口にした。それを内政干渉だと叫ぶ中国の方が現実から目をそらしたいのだ。自分の戦争計画の中に黙って従う日本を組み込んでいたから。なるほど。まあな、ただな三島さん、俺はね、戦争文学的な劇場にはしたくないんだ。台湾でドンパチ始まったら一番困るのは沖縄と九州の漁師や中小企業の社長や工場で働く兄ちゃん姉ちゃんだ。だからこそ抑止を現実の線引きとしてきっちり見せる必要がある。今回の発言はその線を太く塗り直したってことだよ。なるほど。それにしても中国のレッドラインという言い方が鼻につくね。どこに線を引こうがかってだが、日本が自分の国の安全保障について語ることまでなぜ他国の許可がいるんだ。レッドラインを越えたのはどっちだ。相手国の首相に殺害をほのめかす総領事の方じゃないか。確かに。はっきりしてますね。日本政府もね、本当はそこでガツンと言えばよかった。首を切るというならこちらは言論で切り返す。だが経済は冷静に続けようと。喧嘩を売られて黙るから相手はエスカレートするんだ。そうだ。まあ私は首相の発言に一点だけ注文をつけるなら、今後は具体例は慎むと逃げたところだ。そこが美学として惜しい。覚悟の言葉を発したなら、その先にある責任と犠牲についても正面から語るべきだ。それが政治への姿勢味というものだ。きついな。まあそうだが、ただな、国会運営ってのはきれい事だけじゃ回らんのよ。言い過ぎな市場が荒れる、企業が震える。高市さんの発言は一歩前に出た。その後半歩引いた。まあ現実的な着地だと俺は評価するよ。現実、政治ですね。総じて言えば日本はやっと台湾有事は対岸の火事じゃないと口にし始めた。そのタイミングで中国の素顔と国内残しの引けた政治手の姿も全部あぶり出された。悪くない副作用だよ。そうだな。同感です。あとはこの言葉にふさわしい力と覚悟を日本が持てるかどうかだ。台湾を守るということは日本の海と空と目に見えぬ誇りを守ることだ。その意味を国民に徹底的に説明し、名を進むというなら、私は墓の元から拍手しますよ。いいね。しまったな。まあ結論としては高市発言は言うべきことをやっと言った。中国には言うことは言う。日本国民にはリスクもコストもきちんと説明する。その両方をやって初めて一人前の国家だよ。その通り。異論ありません。